こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は私が普段持ち歩いているアイデア帳に書いたものがどう実現しているのかっていうのを紹介していきます。アイデア帳ってね、何書いたらいいの？どういうふうに使うの？と悩んでいる方がいらっしゃったらね、参考になれば幸いです。最初にアイデア帳として私が使っているノートを紹介します。こちらはマークスのエディットアイデア用ノート。2年くらい前かな使っていたものですごくね気に入っていて使いやすかったので、当店のねオンラインショップでも取り扱っていたんですけども、メーカー終売なのか販売続行ができず、私もね手に入らなくなってしまいました。こちらについては中身含めね過去動画でもちょっと紹介しているので、今回の動画では商品紹介だけに留めておきます。で、A5 サイズとそれより大きい B5 サイズの展開がありましたが、動画に映っているのは A5 サイズの小さい方です。ということでアイデア用ノートが手に入らなくなったので、次に使い始めたのがこちら。もともと学生時代に使っていたマルマンのクロッキー帳で、現在私が使っているのはポケットクロッキーというサイズで、1冊ね418円です。当店でも取り扱いがあります。では中身の紹介です。こちらの青色があしらわれている方のクロッキー帳は、中の紙がホワイトで100枚入り。使ったページを他のページに貼り付けたりとかしているので、ちょっとね実際より薄く見えるかなと思います。まずこのページに書いていることはカンペです。商談や打ち合わせがね決まった時に想定される質問とか、これは必ず伝えておきたいなっていうことを書いています。特にね英語でのやり取りが必要な場合は、動画のように翻訳した文を丸々とね書き込んでいます。日本語の時は簡単に箇条書きで書いてます。このメモはアトマというメーカーにメモ帳を当店で取り扱えないか商談しに行く時に作ったカンペ。商談の前々日ぐらい前にカンペ作って、早めにね会社の近くに着いたので、近くのカフェでブツブツ練習。私はね英語全然話せないので、夫に通訳としてついてきてもらっていたんですけども、商談先のね商品に対しての私の熱量とか、自分の紹介とか、自分の口から伝えたいなと思ったこと、あとは日本語で商談するときも緊張すると無駄にね自分のことを下げて話してしまったり、交渉条件を緩くしちゃうので、このカンペをね作っておけば最悪読み上げるだけで必要なことを伝えられるというね、安心感があります。今までね何度か言いにくいことを言いたい打ち合わせの時とか、初めましての商談の時にこういうカンペを作っていますが、メールとかね通訳を通さずに自分の口から直接話すことで、良い結果にまとまることが多い気がしています。めっちゃ実用的で役立つお守りみたいな感じ。次は分かりやすいこちらのページ、商品企画のアイデアページです。もともとね当店ではコーナークリップっていう三角形のクリップがすごい人気でした。これですね。紙の角にぴったり収まるもので、はみ出さずに留めることができます。ただね残念なことにこちらもメーカーの国用がね製造をやめてしまったので終売。問い合わせもね多いので、自力で作れないかなと思ってアイデアを練っていました。でここに書き込む前にいくつかね工場に問い合わせをしたんですけども、ちょっと条件が当てはまるところがなくて、コーナークリップは断念。でもその時にダイカットクリップなら小ロットでも作れるということが調べてたらね分かりました。そこでダイカットクリップでもね仕事に役立つ工夫を盛り込んだものが作れないかということで考えてみました。もともとアイデア帳に書き込んでいたんですけど、仕様がねある程度決まったので、プロジェクトの進捗とかメモを書き込んでいるノートが別にあるので、そちらにちぎって貼り付けて、こんな感じでね保管をしています。でこのアイデアメモを元に完成したのはこちらのオリジナルダイカットクリップです。結構ね可愛くできたんじゃないでしょうか。最初に書き出したメモに仕事要素を入れたいとね書いてあります。でどうやって仕事要素を出そうかっていうのをアイデアを出して、挟んだ紙のステータスがわかるようなクリップが便利そうだなと思って思いついたので、
このクリップの表の方に To Do で裏にチェックっていうね文字を入れることにしました。で次に形は紙と相性のいいものをモチーフにしたら可愛いかなと思って鉛筆とかマステ、吹き出しなどを検討で、考えがね広がりすぎるとコンセプトがブレそうになるので、大事なことはこちらのページにも書いて意識、そんな感じでね商品の企画をしています。こちらのクリップはね当店で販売開始しているので、ぜひチェックしてみてください。次は一番スタンダードな使い方だと思います。 YouTube のアイデアや構成を書き込んでいます。こんなカットがあると分かりやすいかもとか、このシーンはこの時に撮っちゃおうとかっていうのが箇条書きに、ね、なっています。これが実際にね完成した動画です。特にね数日に分割して撮影する必要がある時とか、仕事の悩み解決方法など説明が難しい動画の時に構成書いています。構成書かずに撮る時もあるんですけど、書いた時の方が分かりやすかったってね言ってもらえることが多いので、事前に書くことでね動画のクオリティが上がるのかなと実感しています。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。次に書き込んでいるのは調べ物の整理です。オランダでね英語を学びたいけどどんな手段があるのかっていうのを調べて書いています。一旦ね書き出すとオフラインの方がいいななんてねこだわりも出てきました。なんか比較検討したい時とか全体像がわからない調べ物をする時は次から次へとねこれもわかんないあれもわかんないって調べる項目が出てきちゃうので、紙に要点を書き出しながら掴んでいくことが多いです。書き出すとねわからないことがわからないみたいな最悪な状況に陥ることが少ないなと実感しています。結局ねオランダで英語を学ぶ方法を調べた結果スタンダードに英会話学校に通うほかなかったので、現在通い始めました。教科書懐かしい、独特のね匂いしますよね教科書って。ちなみに使っている勉強道具はこちら、一緒にペンケース付きノートカバー、これはねちょっとオリジナル版、当店のオリジナル版を作る時のサンプルで、本番とはちょっと柄が違います。ノートは一緒にのナンバーノートです。勉強道具などはもうちょっと固定化されたら改めてね別の動画で紹介します。次は課題に対しての原因と対応の検討です。字がねとんでもないことになっていますが、書いてあるのは当店のオンラインショップの課題と考えられる原因とかかな。精神状態がね字にも反映されるので、この時はいろいろ思い詰めていたのかも。分析とかはパソコンの中にあるデータを使ってやることもねもちろん多いんですけども、私は都合のいいように解釈しちゃうことが多いので、事実を紙に書いてそこからユーザー目線でここ使いにくいよなとかここ微妙だよなみたいな感じで感想をね書き出して、最後にねパソコンの数値を見て答え合わせをすることが多いです。論理的思考みたいなのを心がけてるんですけど、なんか感情とかが入り込んでしまうので、文字にして事実を並べることで補正しています。何か言われてね傷ついた時とかモヤモヤした時も同じように、何々と言われてショックだし怒っているっていう、事実を書いて、そこから図星だったから指摘されて嫌だった、言いがかりだなどね気持ちを整理する時に同じように使っています。ここからは表紙が赤いクロッキー。こちらはね、中の紙の色がクリーム色で80枚入りです。こちらのページにはアイキャッチの絵コンテを書いています。動画の構成の時にちょっとね話したように、どんなものを作るのかを先にねイメージできるようにこんな感じで書き出すことが多いです。ここにはね5個分のアイキャッチのイメージが書いてあります。当店ねメンバーシップ動画を最近始めたんですけど、ぜひねアイキャッチで宣伝したいなと思って、いっそのことねいろんなパターンのアイキャッチを作り直しちゃおうかなと思ってこれを書きました。お気づきの通りね、本日の動画から新しいアイキャッチが使われています。こんな感じですね。仕事で資料を作成するときも、最初は伝えたいことを文字でバーっと箇条書きとかでもいいから書き出して、でパワポとかでどんな図とかグラフ
を入れてどんなスライドにするかっていうのを絵でざっくり描いて順番入れ替えたりとかして、そこからね実際に作ることが多いです。ゴールがね分かっていると自分の頭の中がすっきりしながらね作業できる気がします。今回はアイデア帳にね書き込んで実現しているものを紹介したんですけども、書いてるものの中にはねまだまだ構想中で世に出せる目処がつかないものとか、自分でも後から解読できないものとか、書かなくても分かりきってるでしょみたいなねものまでまあいろいろあります。で書くことでねイメージが具体化されて効率的に実現できるものもあれば、その逆でやる前にこりゃダメだもうちょっと考えなきゃとか、条件が揃わないと難しいなと実現を諦めたものもあります。皆さんはね持ち運んでるメモに何書いてるのか、ぜひねコメントで教えてください。最後までご覧いただきありがとうございます。メンバーシップは概要欄のリンクから入れるので、よかったらぜひねチェックしてみてください。またねー。